ヨーグルトスフレケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ヨーグルトスフレケーキを作りたいと思います。材料はたったの4つだけで作っていきたいと思います。ヨーグルトはですね、今回ギリシャヨーグルトを使うので、水切りせずに簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ヨーグルト、卵、薄力粉、グラニュー糖。今回はこちらの4つの材料で作っていきます。まずヨーグルトなんですが、今回はね、ギリシャヨーグルトを使用していきます。もしね、ギリシャヨーグルトがない場合は、水切りヨーグルトを水切りした状態で 200g 用意してください。ギリシャヨーグルトを使っていただくと水切りする必要がないので、手軽に作れると思います。そして卵のサイズは M サイズを使用していきます。糖類に関しましてはグラニュー糖を使っていきますが、こちらは白砂糖を使っていただいても OK です。ラカント S などを使うとちょっと膨らみが悪くなるのでできなくはないんですけれども、できればグラニュー糖かまたは白砂糖を使って作るようにしてください。そして今回はですね、15センチの丸いケーキ型を使用していきます。そして底の部分にはこのようにクッキングシートまたはオーブンシートを丸くくり抜いて敷いていただいて、側面にはですね、細長くオーブンシートまたはクッキングシートを切って、そして側面にもね、このように敷いておいてください。側面のね、オーブンシートに関しましてはこの型から1センチぐらいはみ出るように切るようにしてください。こちらの型の準備は必ずね、生地を作る前に行ってください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。まず卵を白身と黄身に分けてください。白身は泡立てますので少し大きめのボウルに割り入れるようにしてください。それでは割ります。そして黄身はこちらのボウルに入れてください。では残りもね、白身と黄身に分けていきます。はい、このように分けてください。こちらの白身に関しましては使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうするとですね、泡立ちが良くなります。では続いて卵黄を溶きほぐします。溶きほぐしたらグラニュー糖を1/3分の1ほど入れてください。そして手早く混ぜましょう。グラニュー糖を加えたらですね、すぐ混ぜるようにしてください。そのまま放置してしまうとグラニュー糖がね、卵黄の水分を吸ってしまって粒々ができてしまう時があります。なので加えたらすぐ手早く混ぜるようにしてください。少しね、空気を含ませるイメージでしっかり混ぜましょう。はい、OK です。だいたいね、30秒から1分ほどですね。グラニュー糖が溶けるまでしっかり混ぜてください。それでは続いてここにギリシャヨーグルトを入れます。こちらこのままね、入れてください。ちなみに今回使ってるギリシャヨーグルトは砂糖不使用のね、プレーンタイプのギリシャヨーグルトです。もう一つもね、入れましょう。全部加えたらこれをよく混ぜてください。このようにね、滑らかになれば OK です。それでは続いてここに薄力粉を加えていきます。薄力粉はそのまま入れるとダマになってしまいますので、必ずふるって加えるようにしてください。加えたらね、よく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。このようにね、ちょっともったりとした生地感になります。こちらの生地はここまで作っておいてください。では続いて冷やしておいた卵白を泡立てていきます。まず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てていきます。もしね、ハンドミキサーがない場合は手動のホイッパーで作っていただいても OK です。その場合はですね、このハンドミキサーの泡立て具合を参考に作ってみてください。このタイミングでオーブンを200度に予熱し始めてください。それでは泡立てていきます。はい、30秒泡立てました。そうするとですね、少しきめの粗い泡が立ってきます。そしたら先ほどのね、グラニュー糖をさらに半分加えてください。そしてハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。
30秒ね泡立てるとこのようにね先端がお辞儀するぐらいの角が立ってきます。そしたら残りのグラニュー糖を加えます。そして今度はですね低速で1分泡立てていきます。はい、OK です。そうすると先ほどよりもすごくきめの細かい仕上がりになって、そしてさらにツヤも出てきます。角はですね、先ほどと同じように角の先端がお辞儀するぐらいの硬さになります。柔らかい角が立つイメージです。そしたらこの2つを合わせていきます。まず最初に作った生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そして1回目はね、しっかりめに混ぜていきます。泡立て器を使って混ぜてください。生地をね、なじませるイメージですね。はい、このように混ぜてください。そしたらもう1すくい入れてください。そして今度は泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。このように生地をねすくい上げるように混ぜてみてください。あとねこのようにボウルをね回しながらやっていただくと混ぜやすいと思います。少しね筋が残るぐらいまで混ぜてください。それでは3回目ですね。3回目はこちら泡立てた卵白の中に生地を戻し入れましょう。そうすることで混ぜムラをね防ぐことができます。加えたらですね、まず泡立て器でふわっと混ぜていきます。卵白の塊が残らないようにふわっと混ぜてください。こういったね塊がある時は塊をめがけて泡立て器を差し込んで、そしてふわっと混ぜてみてください。はい、このぐらいですね。筋がなくなるぐらいまで混ぜてください。そしたら最後仕上げですね。仕上げはゴムベラを使って下の生地をすくい上げるように混ぜていきましょう。ふわっと混ぜてください。そこの部分が混ぜムラになりやすいので、必ずそこからねぐいっと生地を持ち上げて混ぜてみてください。はい、 OK です。このように生地がねタラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの生地感になります。これでねスフレチーズケーキの生地は完成です。それではね用意しておいた型に生地を流し入れます。そして少し高い位置から 2,3 回落としてください。あとは少し型をゆすって表面を平らにします。はい、 OK です。そうしましたら今回は湯煎焼きしていくので、このように耐熱のバットなどを用意してください。そしてここにですねキッチンペーパーを 2,3 枚敷きます。そしてこの上に容器を置きます。あとはですねここにだいたい80度ぐらいのお湯を注いでください。そこからだいたい2センチぐらいのねお湯を注ぎましょう。はい、 OK です。それではね今から湯煎焼きしていきます。オーブンの温度と焼き時間なんですが、まず200度に予熱したオーブンで15分焼いてください。そしてその後オーブンの温度を120度に落としながら45分焼いてください。こちらのね焼く時間と焼く温度に関しましてはオーブンの種類によって適正な温度、そして時間が変わる場合があります。なのでこちらを様子を見ながら調整してください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。そしたらですね焼き上がったら真ん中ぐらいに竹串を刺して、そして生の生地がついてこなければ OK です。もしこの時点で生の生地がついてくる場合はもう少しね焼いてみてください。そしたらねこちら取り出します。取り出したらですね少し高い位置から一度落としてください。そして熱い蒸気を抜いていきます。ではですねお皿を用意して逆さまにします。よいしょ。そして型を外します。そしてやけどしないようにオーブンシートを剥がします。まずそこの部分をねピリピリピリと剥がしてください。そしてお皿をかぶせて裏返してください。あとはこの周りのオーブンシートを剥がしましょう。このようにプルプルで美味しそうに仕上がりました。あとはね粗熱を取って召し上がってください。これで完成です。はい、これでヨーグルトスフレケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねとてもふわっとした美味しそうな仕上がりになってます。ではね切りたいと思います。はい、このようにねプルプルふわふわで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。生地がふわふわです。そしてヨーグルトのね程よい酸味が効いててすごく美味しいです。さらに生地もねしっとりとした仕上がりになってます。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヨーグルトスフレケーキのポイントです。まずヨーグルトなんですが、今回は無糖のギリシャヨーグルトを使ってます。ギリシャヨーグルトを使っていただくととても濃厚なヨーグルトスフレケーキに仕上がります。今回はね、青のパッケージのパルテノンというねギリシャヨーグルトを使ってるんですが、オイコスとかねそういったものを使っていただいても OK です。普通のプレーンヨーグルトを使う場合は水切りした状態で 200g のものを使用するようにしてください。そして卵白を泡立てる時のポイントです。卵白はですね、まず冷蔵庫で少し冷やしていただくと泡立ちが良くなります。そして卵白なんですけれども、泡立てすぎると卵黄生地とね混ざりにくくなってしまいますので、泡立てすぎには注意するようにしてください。柔らかい角が立って先端の部分がお辞儀するぐらいの泡立ち具合を目安にしてみてください。そして2つの生地を合わせる時なんですが、1回目はですねしっかりめに混ぜてください。そして2回目はふんわり混ぜて、3回目はボウルを移し替えてふんわり混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。そして今回はね湯煎焼きしました。湯煎焼きする時はバットの中にねお湯を注ぐんですが、そういったバットがない場合は耐熱のココットなどにお湯を入れて一緒に焼いてみてください。だいたい2つほどね一緒に入れて焼いていただくといいかなと思います。そして焼き時間に関してなんですが、お使いのオーブンによって適正な時間、そして適正な温度が変わる場合があります。さらにですね、オーブンの種類によってどうしてもすごくひび割れするものもあるんですけれども、ひび割れしてもね少し冷めると落ち着いてくるので、味には支障なく食べていただけます。そして焼き上がった後はですね、もし生焼けが心配な場合は一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。そして焼き上がった後はですね、型からすぐ取り出していただいて大丈夫です。そのまま置いておくと焼き縮みしてしまいますので注意してください。あとはね、少し粗熱を取ってから召し上がってみてください。1日冷蔵庫で冷やしてもね、またずっしりとして美味しいので、もしずっしり感を楽しみたい場合は冷蔵庫で冷やしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヨーグルトスフレケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。